皆さんこんにちは。グランツーリスモシリーズプロデューサー山内和則です。今日は2022年3月4日にリリースする最新作グランツーリスモ7についてお話をさせていただきます。グランツーリスモシリーズは、車への愛と尊敬に満ちた作品として、約25年の歴史がありますけれども、このグランツーリスモ7は、歴代のグランツーリスモの中でも、頂点になる作品だと思います。シリーズの現時点での完成形です。言ってみればグランツーリスモ25周年記念作品と呼べるものになっていると思います。グランツーリスモ7の開発にあたって僕らがすごく気をつけたことはですね、これまで自動車文化に接したことがない方でも奥深く豊かな車の世界を知っていただけるように、そこを気をつけました。で僕らの目的は、あらゆるプレイヤーが楽しめるドライビングシミュレーター、カーライフシミュレーターを作ることでした。ハードコアなグランツーリスモファンの方でも、シリーズに初めて触れる方でも、この GT7 グランツーリスモ7は楽しめるはずだと思います。車に関してなんですけれども、車の歴史はすごく長いです。で世界も広大で、魅力的な車ってたくさんあるんですよね。で今回グランツーリスモ7では、世界中の60以上の自動車ブランド、そして400車種以上の車を用意しました。その車が走る世界、コースについてなんですが、これは全世界34のロケーションと、90以上のレイアウトを最初から準備しています。そしてそれらのコースとか車とか、そういったものは今後オンラインによるアップデートで追加されていきます。はい、それではグランツーリスモ7について、詳しく見ていきましょう。まず新しいマップ画面です。このマップ画面ってグランツーリスモ7のあらゆるフィーチャーへアクセスできるメニューになっています。来る時にイメージしていたのはカーライフを楽しむための、車リゾートっていうものがあるとしたら、キャンペーンモードを始めるにあたってまず最初にやることは、与えられたクレジットでコンパクトカーを購入するところから、レースに出場してボーナスとしてもらえる車に乗り換えたり、稼いだクレジットで車を買い替えたり、あるいはそれらをチューニングしてアップグレードすることによってこのキャンペーンモードを進めていくことになります。おそらく過去のシリーズを遊んでいただいた、プレイヤーの皆さんにとっては、伝統的な遊び方だろうと思います。正しいこのマップの中にあるグランツーリスモカフェという場所なんですね。このグランツーリスモカフェはグランツーリスモ7の中心になるような存在です。このグランツーリスモカフェでプレイヤーはコンプリートしなければならない車コレクションのメニューブックを渡されます。このメニューブックに沿って、どのレースに出なければいけないかとか、このカーリゾートの世界を探検していくことで、このメニューブックをどんどん埋めていくというのが、遊び方になります。グランツーリスモカフェでは購入した車の解説であるとか、あるいは集めたコレクション、その説明を聞くこともできます。さまざまなカーコレクションのメニューをクリアすることによって
て、自然と車の歴史とかその文化、そういったものに触れていくことができるようにデザインしてるんですね。ブランドセントラルは、新車を購入するショッピングモールですね。2001年以降の車たちをここに集めています。およそ300車種あります。自動車ディーラーが集まっている場所です。自動車メーカーの歴史を知る、ミュージアムみたいなものもこの中に併設されています。ここはポルシェのミュージアムですけれども、ポルシェ博士が、ご自身の、設計事務所を設立したところから始まっていますね。これまでのシリーズにもありましたけれども、実際のカーライフと同じようにグランツーリスモの世界にも中古車の世界があります。ユーズドカーディーラーは、新車で購入するより、リーズナブルな価格で車が購入できるというのが基本なんですけれども、中古車の中にはプレミアム価格がついているような車たちがあります。主に90年代の日本のスポーツカーたちですね。そういったものもこの中古車ディーラーに入っています。この車のラインナップなんですけれども、毎日更新されていく予定です。100年経っても色あせない、歴史に残る車たちっていうのがありますけれども、そういった伝説的な車だけを取り扱っているのがこのレジェンドカーディーラーですね。GT7 に含まれている、たくさんのコースにアクセスする場所を、ワールドサーキットという場所に集めました。実在するサーキットと架空のコース両方あります。過去のシリーズにあった、伝説的な架空のコース、トレイルマウンテンであるとかディープフォレストであるとかハイスピードリンクといったコースも、新しいテクノロジーでここに復活しています。あとそれぞれのコースではいろいろなアクティビティも開催されています。例えばこのワールドサーキットの各コースにあったりします。サーキットを学ぶためのアクティビティとしてサーキットエクスペリエンスっていうモードが、例えばこのワールドサーキットの各コースにあったり、あとカスタムレースモードというのがあって、自分の好きな天候とかですね、時間の変化であるとかそれを自分で作って、独自のレースを作ることができるという機能です。グランツーリスモといえばライセンスという方も多いのではないでしょうか。ゴールドを取れるまでものすごく頑張ったと思い出す方もいらっしゃるのではないでしょうか。この GT7 でもドライビングテクニックを一から学べるライセンスモードはあります。それぞれのイベントがすごく短くて、どんどん進んでいける、そういうモードです。ミッションレースは、ユニークなイベントを集めた場所ですね。例えばドラッグレースもこのミッションレースの中に入っています。ドラッグレースに勝つためにはパワーのある車にチューニングするってことも大事ですし、ゼロスタート時のアクセルワークもすごく重要になります。
ドリフトのテクニックを競うドリフトトライアルも、ここに入っています。マルチプレイヤーモードなんですけれども GT7 では、いくつか方法があります。一つは、以前からある画面分割による 2P 対戦ですね。家のリビングルームで家族や友達と一緒に楽しむ、対戦モード。フレンドと楽しむ、ロビーであるとか、あるいはロビーをもっとカジュアルにした、ミーティングプレイスであるとか、もう一つがオンラインによる対戦なんですけれども、シリアスなレースを楽しむスポーツモードであるとか、美しい車の完全再現はグランツーリスモの真髄です。プレイステーション5版のグランツーリスモ7では最新のビデオゲームのトレンドであるレイトレーシングを使ったまるで実写のようなグラフィックスを実現しています。物体のリアルな反射であるとかライティングを再現するのがレイトレーシングなんですけれども、そのレイトレーシングが最も得意とする表現の一つが、おそらく車の表現なんではないかと思います。車ってピカピカに艶のあるボディを持っているので、いろいろなものが映り込みますよね。レイトレーシングによってグランツーリスモのグラフィックスは、次の次元にジャンプしたと言えるんではないでしょうか。皆さんが見ている空の色、雲の形、それらは太陽からのエネルギーと地球の地形、大気の状態で決まります。地球規模で見ると海洋から水蒸気を含んだ空気が大陸に流れ込んできて、その空気が太陽の熱によって熱くなった地表で温められて上昇気流を作るんですね。でその上昇気流に水蒸気を含んだ空気が上がっていって、ある一定の高さ、ある一定の温度になった時に、気体だった水蒸気が、液体の水の粒になって雲を作るわけですけれども、グランツーリスモ7でシミュレーションしているのはそんな雲が生まれる過程です。グランツーリスモ7では過去の膨大な気象データをもとにそれぞれの地域で特徴のある湿度とか温度だとか気圧が設定されています。日本の空は日本らしく、カリフォルニアの空はカリフォルニアらしく変化することになります。グランツーリスモシリーズはこれまでも星空を大切にしてきました。GT7 では、さらに高品質な表現を目指しています。それぞれのロケーションのある時刻から見える星空、この星空というのは恒星だけではなくて惑星もシミュレーションして描かれます。日の出日の入りと同じように月の出月の入りもあります。大気が澄んでいる時と濁っている時とで瞬く星の色も変化します。
時間の変化であるとか天候の変化のシミュレーションというのはもちろんそのね景色とか光の変化を表現するわけですけれども、大切なことはそれらが単に見た目の変化をするだけではないんですね。気温や路面温度、路面の摩擦係数などに作用することによって、タイヤのグリップの違いであるとかエンジンパワーの違い、スリップストリームの効き具合といった、自動車物理シミュレーションとも密接に関係しているってことがすごく重要です。雨が降ってきて、路面が濡れる、水たまりができるところには水たまりができる、やがて雨が上がる、乾きやすい場所から路面が乾いていく、水たまりになったところは最後まで乾かない、そういうことはよく起きますけれども、そういった変化が、グランツーリスモ7では自然に起こります。天球シミュレーションの分かりやすい例がこれですね。皆さんもご覧になったことがあると思いますけれども、雨雲レーダーの表示です。で、雨雲のレーダーというのは近い将来の天気をある程度予測することができますよね。例えばニュルブルクリンクのような巨大なサーキットではコースの一部では雨、一部では晴れみたいなことも起きます。リアルドライビングシミュレーターであるグランツーリスモは、そのドライビングの楽しさと同じぐらいリプレイも大切にしてきましたよね。自分の走りをリプレイで見ること、そのクオリティの高いリプレイモードはグランツーリスモ7でも健在です。で、今回はですね、新しいリプレイモードとして、BGM に合わせて、つまり音楽に合わせてダイナミックにリプレイカメラを生成するミュージックリプレイっていうものを開発しました。これまでのリプレイというのは、コース上にカメラが固定で配置されていて次々と車を追っていくっていうスタイルだったんですけれども、このミュージックリプレイは音楽に合わせて、毎回ランダムにカットとカメラが生成されるんですね。なので、再生するたびに毎回違ったカメラワークで音楽と合わせた形でリプレイが再生されます。グランツーリスモシリーズすでに25年以上の歴史があります。で、今回の GT7 ではですね、アドバイザーを務めてくださっているルイス・ハミルトンであるとか、あるいはミシュランとの、タイヤにおけるテクニカルパートナーシップであるとか、あるいは FIA GT 選手権のトップドライバーからのフィードバックによってラップタイムが正確だ、これは以前から達成していたわけですけれども、その繊細なドライブフィールまで正確な自動車シミュレーションモデルを作っています。前後の車高の変化や風向きの影響、スリップストリームの効果については、CFD コンピューターを用いた空力シミュレーションですね、それを行って、よりリアルな空力表現を行っています。
リアリティの表現には、グラフィックスはもちろん大事だしサウンドも大事なんですけれども、このハプティクスを使うとですね、グラフィックスでもサウンドでもない、振動を表現することができます。アダプティブトリガーというハプティックデバイスがありますし、それからこの振動がありますよね。これらを使うことによってプレイヤーの没入感を高めることができるんですね。例えばアダプティブトリガーを使うとブレーキング時の、タイヤロックの振動ですね、 ABS の信号を、指の先で感じることができたり、あるいはコーナーで限界を超えた時にフロントタイヤから伝わってくる、タイヤの振動ですね、アンダーステアの振動を、コントローラーで感じたり、そういったことができます。こういった振動デバイスを使うことで、本物の車のステアリングを握ってその下のね路面を感じ取っているような、そういうドライブフィールを再現できるんですね。この 3D オブジェクトオーディオのテクノロジーなんですけれども、僕たちは日常的に音がどこから鳴っているのかを感じることができますよね。左から鳴ってるのか右から鳴ってるのか、正面なのか上なのか後ろなのかみたいなことが分かるようになってますけれども、人間は頭の形とか耳たぶの形状だとか、左右の耳に音が到達する時間差だとか、そういうものを繊細に判断して、その音がどこから鳴っているのかっていうのを判別しているんですけれども、それを再現しているのが、このグランツーリスモ7の 3D オーディオのテクノロジーです。グランツーリスモ7ではチューニングショップも復活します。グランツーリスモ7では1台あたり60種類を超えるチューニングパーツが用意されています。それらを組み合わせることで、いろんな車を作ることができますね。ものすごく速い車であったり、ドライブフィールを試してみることもできます。実際にやってみますね。これはね、フォルクスワーゲンビートル、基本はそんなに速い車ではないですね。このポルシェ博士が設計した国民車、これを実際にチューニングしています。
チューニングっていうのは車の性能パフォーマンスを変えるのがチューニングですけれども、GT オートで行うカーカスタマイズは、主にその外見を変えることができます。エアロパーツが650種類以上、ホイールが130種類、測定されているペイントカラーですね、オールペインをするためのペイントカラー、リアルカラーでだいたい1200色ぐらいあります。1台あたり平均するとですね、数十種類のカスタマイズパーツが用意されていることになります。内装にロールケージを入れたりとか、車をワイドボディにしたりとか、そういったこともできる車があります。車のリバリー、いわゆるカラーリングを作れるリバリーエディターですけれども、それも進化しています。以前にはステッカーを貼ることができなかった場所にもステッカーが貼れますし、1台の車あたりに貼ることができるステッカーの数の上限も増えています。カーカスタマイズショップ、GT オートには、おなじみの洗車とか、オイル交換も入ってます。スケイプスは新しい写真の世界です。また好きな車と一緒に全世界を旅するモードでもあります。用意されているのは全世界2500以上のスポットです。でそれらのスポットに、自由に、自分の車を置いて、最先端のね HDR 写真を撮ることができます。スケープスでは、リアルと同じ光の情報と、自由度の高いエフェクトを使えるので、これまでリアルな写真ではほとんど不可能だった、高度な写真表現が可能になります。次はレースフォトモードなんですけれども、自分が走ったレースを後から撮影することができるのがレースフォトモードなんですね。本物のサーキットに行って実際に写真を撮るのはすごく大変なんですけれども、グランツーリスモ7なら、プロのフォトグラファーでもなかなか撮影できないような、ダイナミックで美しい写真を、はるかに簡単に撮影することができると思います。グランツーリスモっていうのは見方によっては様々なコンテンツを生み出すことができるクリエイティブなツール群とも言えるんですよね。自分が走行したリプレイであるとか、撮影したフォトであるとか、あるいは作ったリバリーであるとかで、それらをストックしたり誰かに公開したり、あるいは他のプレイヤーが作った作品をダウンロードしたり探したりする場所、それがショーケースです。最後にグランツーリスモ7の新しいゲームプレイ映像をじっくりご覧ください。この最後のパートではグランツーリスモ7で新たに加わったゲームモードをお見せします。音楽を楽しみながら車をドライブできるミュージックラリーというモードがあります。そしてもう一つが音楽に合わせてダイナミックにリプレイが再生されるミュージックリプレイというモードがあります。すべてインゲームのリアルタイム映像です。
てありがとうございました。2022年3月4日には、皆さんとお会いできると思っています。よろしくお願いいたします。